はいどうも、ビバです。こちらの水槽は当チャンネルでもよく出てくる幅20センチ、高さ10センチ、奥行き10センチの超小型水槽です。こちらの水槽、なんと4ヶ月が経過しました。立ち上げ当初は抱卵したミナミヌマエビを1匹だけ飼育していたんですが、そのママエビから稚エビが孵化して、その後にメダカの稚魚を入れて、現在のこの状態になりました。こんな小さい水槽で魚やエビたくさん入っていて、ちゃんと管理できているのかと思われる方もいるかもしれません。なかなかうまく管理できてるんですよ。管理のコツとかは自分でもよくわかってないんですけど、水草をたくさん植えていて、それが順調に成長しているのと、あとはあまり手をかけてないのが逆にいいのかもしれません。たまにガラス面の苔を取ったり、水替え月に1回ぐらいするんですけど、それ以外は苔取りはエビに任せていて、そのエビの糞が水草の肥料になっているのか、水草の成長も順調です。メダカたちも順調に成長しています。さすがに小さい水槽なので、あんまり水質に厳しい熱帯魚とかは難しいかもしれません。メダカだからこの水槽は成り立っているっていうのもあるかもしれません。アカヒレとかも頑丈な魚なので、メダカ以外だとアカヒレ、グリーンネオンテトラとか、比較的飼育しやすい魚だったら、この水槽でもいけるかもしれませんね。この小型水槽、立ち上げから4ヶ月経って、これまでに7個ぐらい動画をアップしています。その中でコメントもいただくことが多かったんですけど、今回はそのコメントをある程度まとめて回答していきたいと思います。まず一番多かったのが、どのくらいの頻度でメンテナンスをしていますかという質問。明確に決めてはいないんですが、1ヶ月に1回くらいのペースでメンテナンスをしています。メンテナンス内容は、ガラスの苔落とし。これは中にラムズホーンが入ってて、その子が掃除をしてくれるのと、あとは人力でこういった小さなスクレーパーでガラス面の苔を落としています。これの作り方は別の動画で紹介してますので、よかったら動画概要欄からご覧ください。ガラス面の苔を落としたら合わせて水替えも行っています。水替えはだいたい半分くらい汚れとともに水を抜いて新しい水を足すっていう感じです。その際、低床の汚れは取るときと取らないときがあります。低床の汚れ取るときは大きめのスポイトでシュポシュポと取っています。ただ、メダカ、魚の糞はほとんどエビちゃんが分解してくれてるので、大きな汚れはほとんど見当たりません。続いて多いのが、どのくらいの生体飼育できますかっていう質問が多いです。これは生体の数とか生体のサイズを質問してると思うんですけど、何とも言えないですよね。生体もピンキリいろいろあると思うので、何とも言えないです。この水槽で言えば、1.5 センチくらいのメダカが6匹とミナミヌマエビが10匹から15匹入っています。それとラムズホーンが1匹。当然魚のサイズが大きければ飼育する生体数は1匹とか2匹とか少ない方がいいでしょうし、もっと小さい稚魚だったら昔入れてたみたいに10匹くらいの魚入れることも可能だと思います。最初のメンテナンスの質問にもかかってくるんですけど、メンテナンスの頻度を高くすれば飼育できる生体数も増えると思います。逆に生体数少なくすれば管理が楽になってメンテナンスの頻度も少なくなるんじゃないかなと思います。入れてる水草とかの水質浄化能力もあるので、水槽は100個あれば100通り環境があると思うので、一言では言えないですね。それと水温管理について質問が多いです。水温管理どうしてますかという質問で、ヒーターを入れてますかとか質問いただくんですけど、ヒーターは入れていません。冬場、寒い時は部屋丸ごと室温管理でこの水槽を管理しています。夏場は我が家エアコンがないので個別のクーラーつけました。クーラーといっても水槽用の小型のファンですね。この水槽台、ここに小型のファンが内蔵されていて、このファンコントローラーで暑い時はマックスにして水槽を冷やしています。冬場の低水温は部屋丸ごと管理で、夏場の高水温は小型の空冷ファンで管理をしています。このサイズの水槽なので、シートタイプのヒーターとかでも使えると思います。そっちの方がスマートかもしれないですね。ろ過装置はどうしてるんですかという質問もいただきます。見ての通り、フィルター類は一切入っていません。完全に水草の水質浄化と、何でしょうね、低床の中にいるバクテリアとか、バクテリアはいろんなとこにいるんでしょうけど、特別ろ過装置というものはつけていません。これも生体の数を少なくすると、
ろ過装置がなくても管理しやすくなってくると思います。このサイズの水槽につけるろ過装置というと底面フィルターぐらいですかね。仮につけるとしたら底面フィルターをつけます。エアレーションしていますかという質問もよくいただきます。エアレーションは別途追加することはないんですけど、夏場はこの空冷ファンの風で水面が揺らぐので、それがエアレーション代わりです。冬場は特にエアレーションはしていません。これも生態が少なければ水中の酸素は消費されにくいと思いますし、入れてる水草とかでもまた変わってくると思うので、これもどんな水槽にしているかで変わってくると思います。我が家の水槽のようなこんな環境だとエアレーションは使っていませんが、完全にエアレーションは不要ですよとは言い切れないです。水の循環はどうなってるんですかという質問もいただきました。どういった意図だったのかは聞いてないんですけど、一応魚とかエビが泳ぎ回ってるので、わずかながら水は動いてると思います。若干端っことかは止水域になりそうな感じもするんですけど、やっぱりエビちゃんがいろんなとこ動き回ってくれてるので、完全に水が止まってるっていうところはなさそうですね。メダカはよく泳ぎ回ってくれています。なので別途水を循環させるような装置は使っていません。最後に水草育成に関することだと思うんですけど、照明どうしてますかっていうのと CO2 添加はしてますかっていう質問もいただきます。照明については部屋の照明だったり他の水槽の照明だったりを分けてもらってる感じですね。小型水槽なので設置場所はとても自由なので、他の水槽の隣に置いとくとその照明がこっちにも当たるっていう感じです。一般的な水槽と同じく1日6時間から8時間とか照明は当たっています。CO2 については別途添加することはないんですけど、水替えで CO2 が供給されるっていう感じです。やっぱり水替えをした後はニューラージパールグラスとかに気泡が出てきますね。そんな感じの意外とずさんな管理で4ヶ月間この状態を維持しています。まだ水草のトリミングとかもほとんどしていないので、そろそろした方がいいかな。ニューラージパールグラスが伸びてきて結構厚みが出てると思うので、ここら辺は手を加えた方がいいかもしれないですね。今後のこの水槽はメダカが大きくなってきたら別のところに移していくので、魚の数は減っていきます。ひょっとしたら全部メダカ移動させちゃって他の熱帯魚を入れるかもしれません。クリステラの稚魚とか結構サイズ的にはちょうど良さそうなので、もしかしたらいつの間にかクリステラ水槽になってるかもしれないですね。当然大人のクリステラはでかすぎるので、この水槽では飼育は難しいと思います。というわけで今回はこちらの超小型水槽によくいただく質問に答えるコーナーと4ヶ月の経過報告でした。このサイズの水槽に使えそうな製化石、先日いっぱい購入しましたので、また同じサイズの水槽を立ち上げたいなと思っています。これもちょっと崩すのが惜しくなってきたので、もうしばらくはこのまま維持管理を続けていきます。というわけで今回の動画は以上です。もしこの水槽の今後興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。この動画良かったなと思う方はグッドボタンよろしくお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。バイバイ。